狭い部屋が好き。どうもこんにちは、ときまです。14平米への偏愛っていうことで、ちょっと今日は狭い部屋についての愛を語りたいと思います。人生というのは不思議なもんでね、なんかこんな狭い部屋に自分が住み続けるとは思ってなかったんですよね。っていうか、なんか、年を取れば取るほど、僕の部屋ってどんどん狭くなってて、で、今、14平米、ないです、これ。で、スペック的にはね、確か 13.8 とかだったかな。図面上は。なんか、それくらいの平米数の部屋に暮らしているわけですけども、そしてこれをホワイトボックスって呼んでるわけですけども、この部屋の前はルーフトップバルコニーの上に小屋があって、その小屋の中で暮らしていたりとか、結構変な暮らしをずっとしてきました、これまで。このチャンネル見てくださってる方はミニマリズムの実践者の方が多いので、結構もしかしたら狭い部屋に暮らしている方も多いかもしれないし、でもまあ家族とかとね、暮らしていて結構大きな部屋で、狭い部屋に暮らしてみたいなと思っている人もいるかもしれません。狭い部屋の利点っていうのはいろいろあるんですけど、その前に狭い部屋にはロマンがあると思っていて、この間まで銀座にあったメタボリック建築で有名な中銀タワーカプセルビルとか、なんかああいうこう、スペースステーションっていうのかな、宇宙ステーションみたいな、コックピットみたいな感じ、なんかその狭い部屋がこう、たくさん連なっているところにあるなんかロマンチズムみたいなもの。それは結構そのフューチャリスティックなものを感じるし、なんかファイナルファンタジー7世代の僕にとっては結構そのなんていうかこう、近未来で結構大敗的な感じっていうのかな。なんかそういうものを感じたりして、そういうのがなんか昔から結構好きだったりするんですよね。あとはよく日本のミニマリズムの文脈では、北条記のね、鴨の長明が住んだ北条湾っていう家が出てきたりしますよね。あれも、3×3 の9平米かな、あれは。9平米ぐらいの狭い部屋。で、しかも移動式だったって言われてるんですけど、そこで鴨の長明が最後に暮らした部屋がね、北条湾といって9平米です。で、僕の部屋もほぼほぼ北条湾みたいなもので、で、もしかしたらこれトータル13平米だから、ここの部分だけを考えると、北条湾よりも狭いかもしれないんですよ。だから鴨の長明のあの部屋より狭い可能性もあって、でもね、鴨の長明が住んだ部屋もあの中にいろいろこう、ごちゃごちゃとあったりして、トイレは外だったのかな。なんか、結構ね、いろんなこう、区分けがされていてね、ベッドルームあって、ちょっと神棚あって、みたいな感じの間取りなんで、なんか、結構区切られていたので、なんかこう、ゆったりとした、こう、広々としたスペースみたいな感じではなかったんじゃないかなって僕は想像してます。なんかそんな感じで、狭い部屋って結構ね、ワクワクするっていうか、結構なんか日本ならではのところもあるし、東京とか密集してる都市ではコンパクト住宅、一人用のね、コンパクト住宅ってのも結構ね、たくさんあったりします。で、僕は10代の頃、沢木耕太郎インスパイアで、深夜特急のね、あれを読んでからバックパッキングの旅に出てるので、やっぱりその、香港のチョンキンマンションとか、ああいうところもね、訪れましたけど、なんかああいうこう、人が密集しているコンドミニアムっていうのか、なんかああいうところにね、結構ね、こう、憧れじゃないですけど、じわっとくるこう、少年心くすぐられるっていうのかな、なんかそういうのがね、ずっと昔からあるんですよね。で、そのような狭い部屋のロマンみたいなものに突き動かされているところも一部あるってことです。で、実利的な部分で言えば、これまで何度も話してきてるように、掃除がしやすいとか、物が増えないとか、あとは動線が短いとかね、労力がかからないとか、であとは固定費削減になるとか、こういうことがあります。で、何度も言ってますけど、僕結構めんどくさがり屋でずっと、で、掃除とかがもともと嫌いなんですよ。で、整理整頓とかも嫌いで、面倒なことも嫌いです。だからミニマリズムがハマったんですよね。だからそういうものをどういうふうにして自分の人生を楽にしていくかとか、自分のなんか時間を作って自分の好きなことをやっていくかみたいなことを追求した末に、やっぱそのようなこう物を減らすとか部屋を小さくするみたいなことが関わっていると思いますね。で、固定費削減の面で言えば、だから学生の頃住んでいた部屋よりも今の部屋の方が本当小さくて、で、それはその、なんか家賃とかの問題でもないような気もしていて、それはほら、土地によって結構その家賃相場って変わるんで、その家賃だけではないんですけど、でもとにかく部屋を小さくすればするほど家賃が下がることは間違いないんですよね。で、だから僕一番最初に新卒で会社にね、入社した時は社宅みたいなところを当てられていて、で、そこ最初から 2LDK とかだったんですよ。で、むちゃくちゃ広くて、で、畳あって、フローリングあって、リビングキッチンあってみたいな、ダイニングキッチンあってみたいな、なんかそういう感じの部屋で、そこで一人で暮らしていて、で、そこからね、その会社辞めてから、どんどんもう転々としていて、もう2年に1回ぐらい引っ越してるんですけど、毎回狭い部屋求めるようになってるんですよね。で、今ではだからもう、なんか20平米以上は無理だなっていうか、18平米以下の部屋にずっと住みたいっていう気持ちがあって、で、家賃は下げてます、かなり。で、固定費は、だからむちゃくちゃ削減圧縮できて、でもね、収入はずっと増え続けてるんですよ。だからつまりグラフがこうなるわけですよね。
X って感じで、X って感じで、ヨシキもパタもびっくりみたいな感じで、家賃は下げて収入上がってるんで、なんか、可処分所得がとにかく増えるしかないってことです。部屋を狭くすると。もちろん物が多いとストレスになってしまうので、やっぱり物を少なくしておくってことが、条件にはなるんですけど、なので最初に話したロマンチシズムみたいなものと、で、その固定費削減っていうところがハマればね、ハマる人にはね、いいことしかないと思いますね。コンパクトな備え付けの収納が一つあって、最初からついているコンパクトなホテルにある真四角の冷蔵庫が一つあって、コンパクトな料理が全くできないようなおもちゃのようなキッチンがあって、そしてユニットバスっていうね、もうユニットバスですよ。もう絶対、この狭い部屋っていうのは。で、なんかそういう風なコンパクトが結構たくさん集まってると、なんかもう宇宙船っていうのかな。なんかコックピットみたいな感じ。で、なんか子供の頃で言えば秘密基地みたいな感じ。で、自分だけの秘密基地を持ってるみたいな感じなんですよね。で、あらゆるところにもうすべて手が届くので、いろんなところにね、歩いて、バスルーム行ってなんかやって、で、そのリビングでから物を持ってきてみたいなことが全く必要がなくて、で、その動線はものすごく楽ですね。で、やっぱり持ち家の友達とか結構いるんですけど、で、マンションとかね、結構でかい 2L とかマンションに住んでる人のね、家とかにたまに遊び行ったりすると、やっぱりね、そのバスルームからね、リビングまで遠いなって思いますね。なんか歯磨きするまでなんかめちゃめちゃ歩くじゃんみたいな、なんかそういう感じで、だから自分の家でのこのホワイトボックスの生活がどんだけ、省エネかってのが、その大きな家にね、遊びに行くと余計にわかるね。あとは一軒家とかね、その田舎の一軒家とか、なんかそういうところに行ったりとか、自分の実家とか帰ったりすると、やっぱちょっと廊下歩くの遠いなみたいな、なんかトイレまでものすごく時間かかるなみたいな、なんかそういうことを考えてしまうように最近なりましたね。で、狭い部屋でこのようにホワイトボックス状態で、僕みたいにその持ち物70個でバックパックに全部入れて、で、ここをフリースペースとして開けておくっていう状態が作れるようになると、部屋の変容可能性っていうのが生まれてきます。で、これちょっと自分独自の哲学的な理論なんですけど、変容可能性っていうのは、つまりその部屋が何もない、物を置かないことによって何にでも変わりうるっていうことですね。で、つまりこのホワイトボックスは自分にとって、時には仕事場、執筆をするね、物書きのスペースでありながら、このように動画の撮影スタジオでありながら、ポッドキャストとかラジオの収録スタジオ、収録ブースでもあるし、踊り場、ダンスフロアね、去年の年末 DJ やってますけど、ここで踊ったり、DJ でしたり、ダンスフロアにしたりすることもできると。で、当然この部屋しかないんで、ここにマットレスを敷いて寝ると。だから寝る、寝室にもなると。だからそういうね、いろんなものがごちゃごちゃ混ざる部屋なんて嫌だよっていう人ももちろんいるかもしれないですけど、なんかその何もないっていうか、固定の家具を置かないことによって、それが何にでもなるっていうことです。だから僕は折りたたみ机を使っていたりとかね。で、椅子はこの間ちょっとアップデートとして折りたためないものを買ってしまったんですけど、それでもね、ローラー付きでね、いろんなとこに、ちょっと寄せておいて移動できるので、ここのスペースは開けることができるので、こういう風に撮影したりとか、何でもできるような状態が作り出せています。で、そんな感じで狭い部屋がすっかり好きになってしまっているんですけど、でもやっぱり狭いなりに、やっぱり問題とか困難もあります。で、一番最初住む人には結構ね、狭いことがストレスになる場合もあります。だからここでちょっと狭い部屋で暮らす工夫みたいなものをいくつか紹介したいと思います。一つ目は、モードの切り替えを考えるっていうことです。で、自分の中では朝のディープワークルーティンモード、そして昼の撮影モード、で、夜のリラックスモードみたいな、大きく3つぐらいのモードに、分けていますね。で、例えば一番最初の朝だったら、もう執筆のモードなので、ここに机を置いて、MacBook とネスカフェだけみたいな、そんな感じにします。そうすることによって、もうものすごい集中スペースがここで出来上がります。で、今度撮影モードにするときは、その机を畳んで、ここにしまって、で、カメラを一つセットする。これだけです。カメラをただセットする。カメラだけを置くってこと。それだけで撮影モードに変容します。で、三つ目のリラックスモードは今度カメラを片付けて、そのまま三脚ポンってそっちに持ってって、で、マットレスを敷く。そうするだけでもリラックスモード。で、照明は一発、暖色系を一発だけ入れる。もうそれだけです。で、そういう風にモードの切り替えのチャンネルを自分で作って3つぐらい持っておくと、それに合わせてですね、スイッチして自分の部屋を使い分ける、使いこなすってことができるようになってきます。結構慣れると楽しいですよ。Hey Siri, Hey ときまるって、モード変えてって、結局やるの自分なんですけどね。で、自分でカメラ持ってきてバーンって置いて、Hey ときまる、今度リラックスモードにしてときまる、Hey Siri みたいな感じで、で、これちょっと本当に Siri がちょっと反応しちゃって。2つ目は壁のフックをフリーにしておくってことです。
フックフリーの技ですね、これは。多分大体マンションにはね、備え付けのフックだったりとか棚みたいなものがちょっとしたものがあると思いますけど、僕の部屋もね、よくね、この洗濯機の横で撮ってる時に、このね、3つね、フックがあるんですよ。で、そのフックを常に、開けておくっていうのかな。そういうイメージですね。開けておくことによって必要な時にそれを使うことができる。そういうイメージです。なので、なんかそこにこう飾り物とか固定の飾り物とか固定の洋服とかを置かないっていうことですね。これが大事です。で、いつでもフリーにしておくことによって、その自分がそのフックを使う自由度が生まれてきて、で、例えば僕なんかは、普通に洗濯をして、この洗濯を干す場所としても使うんですけど、よくね、冬場とかバナナかけてますけど、バナナを傷まないようにここに吊るしてね、保管しています。で、食べるときはこのようにこうバナナを取って食べるみたいな感じで、そういう風な使い方をしています。なので、壁のフックをフリーにしておく。で、壁にフックがない人は自分の家の備え付けの収納とか、備え付けの重機みたいなものを見直して、そこをじゃあ常に開けておくことによってもっと何かクリエイティブな使い方とかができないかってことを一度考えてみるっていうこと。これが2つ目のポイントになります。3つ目は、折りたたみデスクや自分一人で移動できる家具を使うってことです。で、完全にそのフレキシビリティを最大化させるためには、もう家具を置かない方が本当はいいんですけど、そういうわけにもいかないと。やっぱりこう、長時間作業とかね、机があった方が便利なんで、そういうものは最低限置きたいところなんですけど、そういう時に、折りたたみのデスクを使うと、フリーに開けることができるようになります。だから僕は結構最近は、折りたたみデスクで、作業することが多いですね。で、それはこの部屋が14平米だから僕はそういうスタイルをとっているのであって、で、これが例えばね、18とか20くらいあるのであれば、もうちょっとしっかりした昇降式の机とかね、なんかそういうものを入れるかもしれません。だからあくまでその部屋の広さによって家具を選ぶ。で、部屋が狭ければ狭いほど折りたたみデスクとか、もっとコンパクトなものだったりとか、移動できるような、簡単に一人で移動できるような家具を選んだ方が自由度は高まるし、幸福度は上がるってことです。で、やっぱり机を畳めることによって自分はここでヨガの練習ができているのが非常に大きいんですよ。で、数は少ないんですけど、実際にアシュタンガヨガをね、オンラインで教えたりっていうこともね、小規模でやってるので、だからそういうね、やっぱりこう何かをね、ここでやるためには開けたいと。で、そういう開ける時に折りたたみの家具だったりとか、移動できる椅子とかだったりすると、楽に部屋のスタイルを変えることができます。で、常に家具を動かしたりとか畳んだりとかってめんどくさいなって思うかもしれないんですけど、それは確かにめんどくさいです。だからそれは自分のペースに合わせてよくて、ただ、家具を移動すること、定期的に動かすことの利点というのは、同時に掃除ができるってことです。で、この間ラジオでもね、時丸さんはその、カーテンとかなんかそういうね、布物で埃が溜まりませんかみたいな、掃除大変じゃないですかみたいな質問来てたんですけど、僕はそういうふうに机をたまに折りたたんだりとか、移動させたりとか、こういうモードをね、朝、昼、夜でちょっと切り替えたりしているので、そういう時にこう、ささっと楽に掃除できるんですよ。だからその埃がね、積もる暇がないというか、なんかそういう感じにできていますね。だから掃除が楽になるっていうことも一つの、折りたたみ机とかそういう簡単な動かせる家具を使うってことの利点だと思っています。で、他にはですね、ゴミ箱を使わない。これも僕が使っているテクニックの一つです。もうね、ゴミ箱を使わなくなって長いですね。で、これね、結構前にそのゴミ箱を使わない生き方みたいな多分動画作ってると思うんで、それだけで語ってるって感じですけど、よかったら見てみてください。ゴミ箱は一切置いていません。で、普通にビニール袋ですね。なんかスーパーとかでもらうような、そういうものにゴミを貯めておいて、で、基本的に毎日捨てるっていうことにしています。で、これ東京に限るのかもしれないですけど、こういうコンパクトな部屋のマンションっていうのは、基本的にその毎日24時間ゴミ出しができるようなスタイルを取ってくれているところが多いです。なので、ゴミ出しスペースがちゃんとあって、でそこにちゃんとゴミをね、24時間入れられるようになってくれてる親切なところが多いんですよ。で、それは多分部屋が狭いから、そのゴミをね、溜めておけないってことを考慮して、で、その代わり、いつでもゴミが出せますよみたいな、そういうところをカバーしているっていうね。でそういうところがあるので、その自分の部屋を選ぶときにその辺も注意してみるといいかなと思います。で、瓶とか缶とかペットボトルもね、それ用のゴミ箱ってね、作ってる人いると思いますけど、そういうの一切ありません、うちには。だからもう缶とか、ほとんど出ないですけど、ゴミをね、溜めておいて、で、そのまま持ってって捨てるって感じです。やっぱりそのゴミ箱って結構ね、スペース取るんですよね。だから大きな部屋で、ちゃんとキッチンがあってみたいな人には別にあってもいいかもしれないですけど、で、この宇宙船のような、コックピットのようなワンルームを攻略する
るにはゴミ箱を置かない。多分ね、飛行機とかさ、宇宙船のコックピットにも多分ゴミ箱ってないんじゃないかなと思うんですよね。だから多分なんかそういう捨てる専用のシステムっていうか、窓があって、そこからゴミ入れるみたいな感じだと思うんで、そういう風なゴミ箱をなくすっていうのは意外と部屋のスペースを広く使うのに役立ちます。で、これ重要なことなんですけど、前提としてやっぱり物の量を、総量を少なくしておくってことはこれは大事です。狭い部屋で暮らす上では。やっぱり物が多いと、どうしてもその狭い部屋でもごちゃごちゃになってしまって、でもそれこそ本当にコックピットのね、中で、身動き取れないみたいな状態になってしまうんで、それが心地いいって人にはね、それでいいかもしれないんですけど、スペースを広く使うためには、基本的に総量を少なくしておく。で、そのための、自分の中のルールとして、もう70個っていうか、もうバックパックの中に収まる分量だけのものを持つと。で、それより大きなものを買うときは結構慎重に考えたりとか、ちゃんと置ける場所があるかなっていうのを把握した上で入れるっていう、そういうことをやっています。それから、色を減らして情報量を減らすっていうことも工夫しています。で、基本的には僕の家はもう部屋何も置いてないんで、その色も何もないんですけど、ヨガマットがネイビーブルーみたいなのですね。で、バックパックが白と黒って感じ。だからもうこの色しかありません。で、机もですね、以前これも動画で紹介している無印の折りたたみデスク、変わってないので、あれもね、普通のウッドカラーというのかな、ナチュラルカラーなんで、邪魔しないんですよね。だからその色の統一感とか、色の情報を減らすだけで、結構部屋が広く見えたりとか、すっきり見えたりしますので、で、そのいろんな色がごちゃごちゃたくさんあって、それがマッチしていないっていう人は、ちょっと色の情報を減らすだけでも、すっきりした部屋に見えることがあります。で、他には、本や紙類を電子化する、デジタル化する。これも必須です。で、僕はずっと写真やってきたので、その写真集をね、むちゃくちゃ持ってて200冊ぐらい。で、その時はもう本棚2連チャンで、そこにもう全部埋まってるみたいな状態の部屋に住んでる時もありました。で、その時もね、別にそんなに広くなくて、24平米とか27平米ぐらいだったかな。20平米以上の部屋ではあったんですけど、ただね、やっぱ本とか紙類っていうのは一番場所を取るので、それをいかにデジタル化できるかが狭い部屋で快適に暮らすポイントにつながってきます。で、書類とかそういう領収書だったりとか、なんかそういうものも今完全にデジタル化で扱うことができるので、もう助かってますね。だからうちには結構長期的に使うようなそのマニュアル的な本だったりとか、現在読んでる本、何冊かの本を除いて、それ以外のペーパー類っていうのはほとんどもう置いていません。はい。で、狭い部屋で暮らす最後のポイントは、外部にリビングを持つっていう発想です。はい。だいたい家の中に全てがあるっていうのが通常だと思うんですけど、さっき言ったようにキッチンが小さかったりとか、ユニットバスだったりとか、いろんなね、弊害はたくさんあります。ただ、外に行けば何でもあると。街をだからインフラとして使うっていう感じですね。だから僕にとってはそのカフェが仕事場でもあるし、で、本当にお風呂入りたいときはジムとか銭湯とかサウナとかに行けばすぐ入れるし、公園とかね、河川敷とかね、そういうところもね、もうさんさんと太陽が降り注ぐサンルームみたいなものです。だから自分のリビングだと、外の自然を捉えると。その発想を持てるようになると、狭い部屋でも全然快適に暮らせますね。で、特にそういう公園とか図書館とか、そういう公共の場所っていうのは自分たちの税金によってちゃんとね、整備されているというところがあるので、ちゃんとね、税金を支払っていれば使う権利あるんですよ、区民とか市民は。でも税金を払っているとはいえ、タダで使えるようなものなので、自分のね、部屋を狭くして家賃を削減して、インフラは外で使っていくっていうことができれば、そういう風にできれば、それでもね、全然ね、快適になりますね。で、QOL も上がると思います。はい。そういうわけで、狭い部屋で暮らす時のポイントを上げてきたんですけど、これからね、もしかしたら、これから狭い部屋で暮らしたいみたいな人もいるかもしれないんで、そういう人は、とにかく楽しみながらやることですね。引っ越しっていうのは自分のものを手放せるすごく一番いい機会なので、それを活用して、で、やっていくと。で、狭い部屋、次行く部屋が自分の今住んでる部屋より狭いっていう状況になるときは、いつもの引っ越しよりもさらに物を減らさなければなりません。だからそういうところに直面することになるので、いつもとは普段とは違う思考が働いて、強制的に自分が断捨離に進むっていうことになります。だからちょっと長期目線でね、これから狭い部屋に暮らしたいなって思っている人は、なかなかいないかもしれないですけど、そういうつもりで自分のものを減らしていく。だからそういう意味では、ジョシュアとね、ライアンのパッキングパーティーみたいなね、いつも紹介してますけど、ああいう方法も有効だと思いますね。これから自分が引っ越しす
するつもりで自分の道具をね、すべて封じてしまって、で、必要なものだけを出して使っていくと。で、使っていって1週間ぐらいそれでやってみて、使わなかったものは手放していくみたいな、そういうことを実験的にやるフェーズを設けたりとか、そういう感じで、狭い部屋に進む準備っていうのか、そういうのをしていったらいいと思います。で、今日の話まとめると、狭い部屋に対する偏愛を語ってきたわけですけども、でも結局ね、その平米数とか何畳かっていうのが、そこは別にそんなに大事じゃないです。それよりもむしろ自分のやりたいこととか人生とかこれからやっていきたいことがその部屋でちゃんと最適化されているかっていう、そこが一つのポイントとなりますので、だからそういう部屋の広さとか平米数にあまりこだわらずに、自分がやりたいことをちゃんとできる部屋であるかっていうね、そういう部屋をそれぞれ作っていけると充実した生活とか人生になるかなと思っています。あなたはどんな部屋に暮らしていますか？狭い部屋でのエピソードなんかがあったらコメントで教えてください。今回の深掘り記事や鴨の町名の北条案に関しては自分のレターで書いてますのでぜひ登録してみてください。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。チャオチャオ。